皆さんこんばんは。お疲れ様です。ババアの文具動画を上げるゲームチャンネルへようこそ。本日はフランケンペン第2弾です。第2弾ですね。本日はパイロットの国産の金ニブですね。ランガのエボナイトの軸に移植します。最初に注意喚起の動画を必ずご覧になってください。ニブスワップをする際に保証期間内のペンの場合は保証が効かなくなります。その点ご注意ください。じゃあフランケンペンの価格を最初に紹介します。その後にいつものレビューに入ります。後日後付けで買い物ガイド出すので、真剣に購入を考えている方はそちらを参考になさってください。まずこちらのニブですね。こちらのニブがパイロット742 10号サイズのフォルカンです。パイロット742 10号サイズのフォルカン、定価で購入すると22,000円になります。定価で購入するとね、Amazon で購入するともう少し安いと思うんだけど、そして軸がランガの 4C、4クラシックですね。ランガの4クラシックで、私はグループバイを利用したので、2分なし$55で購入しました。そして一番高いこの部分ね、22,000円かかるかと思いきや、ほぼ新品の状態で8,900円程度です。そして中古相場、の感覚が必要になってくるんですけど、だいたい742のフォルカンは8,000円から11,000円ぐらいかな。もうほぼ新品っていうか、新品でこの価格です。で、このからくりについては今後ぼっち用に買い物ガイドを作ります。一応メルカリが誕生する以前からヤフオクの中古住民なので、この辺かなり詳しくお話しできると思います。このからくりね。で、どういう人から買えばいいのかとか、そういったこともフランケンペン作るにあたって必要になってくるので、なぜ中古相場を狙うのかっていうと、安いのともともと保証がない、とても安くてかつ保証がなくて、ペン先の失敗が少ないんですよ。そのからくりについても後日ガイドでお話ししますね。ということはですよ、定価が22,000円だとします。軸が6,000円程度だとして、金ニブがごめんなさいね、雑な計算で9,000円だとします。国産の金ペンをスワップするにあたって絶対に必要になってくるパーツがあります。これはね、ほんとここ数年出てきた企業なんですけど、アメリカで日光エボナイトを使用したパーツを作っているフレキシブルニブファクトリーっていう企業があるんですよ。めちゃくちゃすごいの。もうこの企業がなくなったらフランケンペンの国産ニブのスワップは終了する、そのぐらいキーになってます。一つ一つ作りが非常に丁寧で、多分純正のユニット、純正のハウジングより作りはいいです。そして何より今回ネックになるのが、まずバズることはないんですけど、あまりにも丁寧な仕事をするせいで常にストックが多くても10個、少ない時は 2,3 個で、だいたいアウトオブストックって言ってソールドアウトになってます。で、ソールドアウトになると中屋さん並みに待ちます。で、この紙的な、昔さ、今すぐ出てこないんだけど、プラチナのアダプター、ちっこいプラスチックのプラチナのインクアダプターがあって、それを軸に挿すとヨーロッパ規格のインクカートリッジが使えるっていうプラスチックのアダプターがあったんですね。イギリスのカルトペンっていうサイトでまだ売ってるんですけど、まあ700円とかするよね。本当は100円なんだけどね、あれ。プラチナだけどヨーロッパのカートリッジが使えるよっていう100円ぐらいのアダプターが中山万年筆でも昔売られてたんですよ。今なくなっちゃったね。スイッチする可能性っていうか、なくさない方が私はいいんじゃないかなと思っちゃいます。すごいから精度 CNC マシン使ってるんだけど、それで G コード入力して、マーザックとブラザーのスピーディオ
とあともう一個大きな機械を使ってこういうちっこいの作ってます。 3D プリンターではないんですけど、昔ながらの CNC なんですけど、でこれがいくらすると思います？すごいでっかい機械使って中山万年筆並みの制作ペースで、これいくらかっていうと、これがないと何も始まらないんですけど、これがいくらかというと、海外オタクの中では FNF で略します。フレキシブルニブファクトリー。フレキシブルニブファクトリーで FNF で略します。日光エボナイトで使っていて、かつ製作工程が丁寧で、出荷前に1個ずつ確認するから、ストックのペースが本当にスローなの。で、設備投資がそれで回収できるのかが常に私心配なんだけど、こちらがね、恐ろしいことにね、12ドルから13ドルなの。プラチナのさ、インクのプラスチックのアダプターが700円でさ、全力で作ってるこのハウジングが1000円ちょっとって、これめちゃくちゃ安いんですよ。このパーツのおかげでね、ほとんどの軸が国産のニブに変えられるの。めちゃくちゃすごくない？海外の万年筆オタクはほぼこの FNF のハウジング持ってます。変えられるやつ。本当に精度いいし、同じの買わないでくださいね。これはパイロットのサイズ5の方ですから。私が今使っているのはパイロットの912のハウジングです。このあたりの記号もね、ガイドの時に説明できればなと思います。FNF のハウジングが1300円 16,300 円か。そうすると 16,300 円で16,300 円で定価以内でだいぶお安くエボナイト軸が完成しますよっていう動画ですね。中古相場ガイドの時にお話ししますけど、今めちゃめちゃ中古相場高いんですよ。相場にも高い時期と安い時期があるので、その辺も今度説明しますね。大丈夫かな？ついてこれてるかな？パイロット、例えばだよ、パイロットの74って定価が14,000円だったかな？定価が14,000円だとします。でも74ってめちゃめちゃ安いから、中古相場で普通だったら5,000円で買えるの。そうするとだいたい 12,300 円でパイロット74のエボナイト軸が作れますよと。中古市場を使うことによってほぼ新品の2部で安く仕上がるよっていうことを私はフランケンペンでよくやってます。だってさ、保証書ちゃんと見たことあります？落下もダメでさ、保証範囲内ってめちゃめちゃ狭いの。それ以外もあるんだよ。ソニーもそうだし、電子機器で私保証範囲内の狭さにがっくりきててさ、で万年筆も比較的保証対象がほぼ新品時に気づかないと保証を効かないぐらいの狭い範囲だから、もう中古でもそんな変わらないんだよねっていうところで、私は常に中古で買ってますね。じゃあ次に行きましょう。ランガ4クラシックがこの大きさで、ラミーより一回りか二回り大きいですね。長さも違います。持った感じもこっちの方が全然ずっしりしてますね。ペンテルサインペンにジェットストリームですね。ジェットストリームより大きいの久しぶり出てきたね。こちらが742で、742より一回り大きいです。なので4クラシックは比較的大型の部類に入ると思います。こちらがランガの4クラシックスレンダーですね。4CS、4クラシックスレンダーで、こちらが4クラシック 4C です。長さもちょっと違うのかな？長さも5ミリぐらい違うのかもしれない。ラミー挟むと分かりやすいと思うんですけど、4クラシックスレンダーはラミー寄りで、4C は明らかにぶっといですね。一般的な中ぐらいまでの長さはだいたい146です。大型と言われるものはだいたい150超えますね。中山万年筆さんもだいたい150ぐらい。キャップの長さが70、セクションの長さが約 35.3、バレルの長さが約 79.8、筆記時の基本となる長さが約 136.9。このぐらいですね。ポストしなくてもちょうどいい大型サイズの万年筆です。公式の通りにバレルは約16。こちらも公式の通りに約グリップ部が10から11。こちらは742のもう引っこ抜いた状態の図ですね。国産の2部は簡単に取れます。緩い分、あんま抜き差し繰り返すと破損の原因や摩耗の原因になるので気をつけてください。
そしてこちらが引っこ抜いたフォルカンの2部を FNF のハウジングに差し込んであります。こちらはサードパーティーの FNF のものです。もうサードパーティーじゃなくてほぼ本物と言ってもおかしくないぐらいのクオリティね。引っこ抜いたフォルカンをハウジングに差しましたよと。ここで1個気づくことないですか？ちょっとアップしますね。なんか今まで見てたハウジングと違いません？違和感感じません？これ何が違うかっていうと、今まで見ていたハウジングは突起があるんですよ。コンバータやカートリッジのこのスポっていうところに挿すためです。合体するために突起がついてます。今回のハウジングは突起がありません。つまりアイドロップや吸入型、いろんなフィリングシステム備えている軸じゃないと合わない設計になってます。カートリッジコンバーター仕様のみの軸には合わないので気をつけてください。今回ね、面白いこと見つけたのでぜひ続き見ていってください。じゃあこの 4CS、 ほんとね、葉巻っぽい、シガーっぽいね。クリップなくてよかったかな、個人的に。どうせ筆枕に置くからそんな出歩かないし、クリップ実用性求めてクリップつけちゃったけど、シガータイプを楽しむんだったらクリップなしでもよかったかなと思います。ここにセッティングしていきます。ぴったりだね。ランガのこのクオリティも高いんだけど、それ以上にね FNF さんの多分完璧主義者だね。すごいクオリティ。そしてこのユニットにはこういった突起がないためにカートリッジは刺さりません。刺さってるように一見見えるかもしれないんですけど、どこにもこう固定されてないので落ちます。なのでこちらはアイドロップでフォルカンを使っていく形になりますね。でここでなんだよ、アイドロップ好きじゃないから使えないじゃんと思ってる方、フレキシブルニブファクトリーはヨボ仕様とボック仕様のハウジングを作ってます。なのでお手持ちでボックかヨボで何かピストンフィラーとかお持ちの方はこの1000円ちょっとのハウジングを買うだけで国産化できたりするので、自粛で手持ち無沙汰の方は試してみると面白いかもしれません。本来だったらアイドロップ用なんですけど、アイドロップとか吸入型用のハウジングなんですけど、私今回 4CS、4クラシックスレンダーも頼んだじゃないですか。こっちね、壁固化した方、最初に紹介した方のランガー、これがスリムだから気づいちゃったことがあって、 4CS の場合はここの金具とプラスチックのこの辺りの太さで引っかかるんですよ。軸の太さでセクションが落ちないから、本来吸入型とかアイドロップでしか使えないこのハウジングがこっちだとカートリッジで使えるんですね。これもちゃんと検証していろいろガシャガシャやりましたけど、インクはこっちには漏れてこない。漏れてきたとしてもアイドロップできる用の軸なので、よほど乱暴に扱わない限りね、もしかしたらね、多分個体差はあると思う。 4CS でも特にきつく作ってある場合は使えるよって話ですね、コンバーターが。それではフランスのクレール・フォンテーヌの紙へ書いていきます。本日が3月31日、月末ですね。明日はエイプリルフールです。ちなみにこのフォルカン皆さん触ったことありますか？この子ね、非常に哲学的なんですよ。公式の使い方今日ガイドしちゃいますね、ついでに。このエボナイトの軸がインドのランガ4クラシックですね。 4C はこの C の部分がですね、クラシックという意味です。説明文に書いてあるんですけど、パッと見はわからないです。クラシックということはシガーシェイプになります。こちらの2部が2部出しで発注したので、自分で用意したパイロットの742フォルカンですね。74周年2万円台で出たフォルカンです。公式が言うには、こちらはね、ウルトラスーパーフレックス2部って説明を受けました。必ず公式に問い合わせるんでね。で、それではスリット開いていいんですよねって聞いたら、スリットは開いてはいけないって言われて、
これは哲学だなと。ちょっとあんまりやりたくないんですけど、フレックスって聞くとこうスリットを割りたくなりますよね。でもこれは悪い例です。インク切れやスキップの原因になるので、このように普通のニブとして扱います。海外の某映像でこうフレックスみたいに使っちゃう人を多発してるんですけど、こうするとスリットが開いてニブも浮いてインク切れやスキップの原因になります。スリットを開かないタイプのセミフレックスニブとかありますけど、やはりこの形状を見るとサイドえぐれてるし、ウルトラフレックスとして扱っちゃう人多いんじゃないでしょうか。このあたりちょっと毛質のタッチに違和感を覚えます。滋賀県に私の尊敬する文具屋さんがあるんですけど、そちらのブログでも同じようなことをおっしゃってますね。正しい筆圧のかけ方をするとだいたいこのぐらいの細さですね。それではスリットを開かないように横線と縦線を書いていきましょう。見た目は非常に細字に近いんですが、書き味が非常に弾力があるので、とても書いてて万年筆らしいですよね。ただ某動画の影響でスリット割るぐらいまで書いちゃダメです。これは悪い例ですよ。フォルカの特徴としてインクフローが非常にいいです。ぬらぬらと弾力あるニブ楽しみたい方向きですね。そして今回なぜいつものマルマンではなくてクレールフォンテーヌを使ったかというと、フォルカンのインクフローが良すぎてわらばんしのように滲むからです。すごいでしょ、ぷっくりしてるでしょ、キラキラぷっくり。これがフォルカンのインクフローの特徴になります。このあたり滲んでんのわかるかな。みんな大好きクラックスケール。これレビューで全然出てこないですね。1ミリ以下が測れてめっちゃ便利です。クラックスケールで検索かけてみてください。で、字幅を測っていきましょう。スケールの 0.40 付近を見てください。こちらが筆圧をかけずに書いた時のフォルカンの字幅です。ジャパニーズ F ですね。ただ書くときもっと筆圧上がるんでもっと太くなります。公式通りに中細字ぐらいだと思います。筆圧を一番かけた場合の線の太さです。1.2 から 1.3。びっくりですね。これが公式がウルトラフレックスっていう理由かもしれません。1.1 スタブより太いですね。ついでなのでミュージックニブの太さも見ていきましょう。ミュージックニブの中でも横線と縦線のメリハリが効いて一番人気のプラチナのミュージックです。こちらが約 0.9 から 0.95 の太さです。筆圧かけて太くしたいのかかけずに太くしたいのかの違いですね。フォルカンの潜在的な太さが最大 1.3 です。そしてミュージックは筆圧をかけずに 0.9 の太さになります。このミュージックのファンって結構多いんですけど、なぜかっていうと横線がエキストラファインなんですよ。なので太くない。 1.1 もそうだしスタブもそうだし 1.5、1.9 も私は一般品機でめちゃめちゃ使います。そんなわけでちょっとフォルカン語りが過ぎましたかね。ランが 4C のレッドウッドエボナイトにフォルカンをくっつけてみたっていう動画でした。使い心地めちゃめちゃ使いやすいです。グリップ感もいいし手に挟まる程よい太さで、色合いもレッドウッドエボナイトでヴィンテージ感出ていて、私は非常にお気に入りの一本になりました。そんな感じで今日も一日お疲れ様でした。エボナイト軸に興味ある人はインドのランガペンズへ、ハウジングに興味ある人はアメリカのフレキシブルニブファクトリーへご連絡ください。それじゃあゆっくりおやすみなさい。またね。